こんにちは、ゆうきです。今日はたっぷりストレッチができるエクササイズを紹介していきます。まずあぐら座で座ります。座骨を立たせたら手を前に歩かせて体を前に倒していきましょう。手はなるべく遠くにつくようにしてストレッチをしていきます。膝はなるべく床に近づけるようにするとお尻の方まで伸びていきます。さらにいけそうだったらもう少し手を遠くに突き直しましょう。深い呼吸がストレッチの助けになります。鼻から深く息を吸って口から息を吐き出してリラックスしていきましょう。吸う息は背中側に入るようにするとさらに背中も伸びていきます。最後の一呼吸いきましょう。鼻から息を吸って口から全部吐き出します。 OK。 ではゆっくり体を起こしてきてロールアップしていきます。下から順番に背中を積み上げて体を起こしていきましょう。では足を組み替えます。あぐら座をいつもと反対の足にチェンジしてみてください。同じように体を前に倒していき呼吸をしていきましょう。足を反対にすることで今度は先ほどと逆側のお尻のストレッチになります。できる限り膝を床に近づけ股関節も伸ばしていきましょう。ではできる限り遠くについて背中側に呼吸を入れていきます。吸う息は肺が膨らんでいき肋骨も拡張していくイメージを持ちましょう。OK。 ではゆっくりロールアップします。骨盤の上に背中を積み上げまっすぐ座り直します。今度は腕を持ち上げて反対の手で肘を後ろに引いていきます。背中はまっすぐ、胸が反っていかないように気をつけてください。頭も下がらないように前を見ましょう。肩の付け根から腕の骨が耳の後ろに来るイメージでストレッチをしていきましょう。同じように深い呼吸で続けていきます。OK です。では腕を下ろして今度は反対側やっていきましょう。背中はまっすぐのまま肘を後ろに引いていきます。前側の肋骨が開いてるなって思う方は少し肋骨を引き下げるようにして閉じてみてください。ストレッチしてる側の肘から下は脱力しておきます。
です。解放していきましょう。かなり伸びたと思います。今度は両手で肘を持って、その肘を頭上の方に持ち上げていきます。両手で両肘を上に持ち上げて引っ張ってみましょう。それから脱力です。両手で持ち上げるように引き抜きます。一度緩めましょう。吸いながら上に伸びるように引き抜いて、ウエストラインも長く。吐いて脱力。吸いながら引っ張ることで肩も肩甲骨も持ち上がって首も短くなります。吐きながら一度緩めて、これを繰り返していきましょう。最後1回です。吸う息で上に肘を持ち上げきって、吐く息で下ろします。はい、 OK です。では腕を解放してください。そのまま手を前について四つん這いの姿勢に変えていきます。肩の真下に手が来て、骨盤の真下に膝が来るようにセットしましょう。背中はまっすぐ一直線のラインで腰が反らないように下腹部を上に引き上げておきます。次の吐く息で背中を丸めていきます。手でも床を押し続け、吸う息で背中を反らせます。きれいなアーチを作っていきます。キャットストレッチ続けていきましょう。丸まるときは背中が天井にくっつくぐらい高く上がっていきます。背中を反らせる動きでは腰ではなく胸を反るような意識でいきましょう。頭頂から尾骨までを大きく気持ちよく動かしていきます。最後1セットいきましょう。背中を丸めて、きれいなアーチを作るように反らせます。まっすぐな背中に戻したら、左手を床から持ち上げて右手の下にくぐらせていきます。つける方は左の肩を床に下ろして頭も置いてしまいましょう。左の手が右の壁の方にどんどん伸びていきます。さらにいけそうだったら右手を床から浮かし、その腕を頭上方向に伸ばします。できるだけ遠くに右手を置きます。お尻が右にシフトしていかないように、両膝の真上に骨盤が来るようにしましょう。左手を右の壁の方に、右手を頭上方向に伸ばすことでストレッチ深めていきます。それではゆっくり手をついて体を起こしてきてください。反対側も同じことをやっていきます。右手を浮かせて左の手の下を通って腕を長く伸ばしていきます。お尻は後ろに引かないように膝の上に骨盤がきます。いけそうだったら左手を床から浮かして頭の方に置きに行きましょう。なるべく遠くに置くことでウエストラインまで伸びます。骨盤が横に逃げないように両膝の真ん中に置いていてください。お腹が抜けずにおへそを少し上に引き上げます。
ゆっくり体を起こして戻ってきてください。体がだいぶ伸びてきたと思います。次はお姉さん座り、横座りになっていきます。体の右に両足が来るようにセットしましょう。左手を頭上に持ち上げたら、右に体を倒して背骨を側屈させていきます。下から積み上げるように体を戻し、左手を持ち上げ、右に曲げていきます。左のあばらが広がって伸びるのを感じましょう。下から積み上げるように体を戻して、この動きを繰り返します。右手は床を押し返すように使うと伸びが深まると思います。左のお尻は常に重たく置いておきましょう。最後、もう一度いきましょう。気持ちよくウエストから伸びて、体を積み上げて戻ってきてください。次は右足を持ち上げて左の膝の外に置きましょう。難しければ左の膝の内側に置いてください。背中を一直線にしたら、左手を右の膝に引っ掛けて体を右にツイストさせていきます。左腕で膝を外側に押していくことで、さらにひねりが深まります。背中が丸まらないようになるべく一直線を保ちましょう。深く息を吸って吐く息でもう一つひねるように。お尻はついていかないように両座骨を床に重たく置いておきます。OK です。ではひねりをほどいて、同じことを反対側もやっていきます。今度は両足が左側に来るように座っていきます。背筋を伸ばしたら右手を持ち上げ、左に体を倒していきましょう。右の座骨を重たくして下から順番に体を戻します。右手を持ち上げながら上に伸びて、長い背骨で側屈していきましょう。戻ってくる時もなるべく高く上がってきます。吸う息、右手持ち上げ、吐きながら左に側屈。吸う息、右のあばらに呼吸を送り、吐いて積み上げて戻ってきます。OK。 では左の膝を立て、右膝の外側に置きます。両座骨を立たせて右手を左膝にかけます。背筋を伸ばして左にツイストしていきましょう。顔だけじゃなくて骨盤に近いウエストからひねっていきます。ゆっくりと長い呼吸でひねりを深めていきましょう。
ではひねりをほどいて、今度は横向きのポジションで寝ていきます。背中はまっすぐで、尾骨の延長線上にかかとが来るようにして膝は軽く曲げておきましょう。両手を頭の後ろで組んだら、上の肘を下の肘に近づけていきます。上の肘を天井に持ち上げて、そのまま後ろの壁の方に肘を持っていきましょう。また背中がツイストされます。後ろから肘を戻して前まで持ってきます。上から後ろに体もひねってツイストをほどくようにして戻ります。なるべく骨盤がついていかないように上半身をひねって鎖骨前側を広げていきます。肩甲骨周りの背中が動いて気持ちがいいエクササイズです。続けていきましょう。最後1回いきましょう。はい、ゆっくり手をついて体を起こしてきます。向きを変えて反対側をやっていきます。両手を頭の後ろにセットして背中はまっすぐにしておきます。また上の肘を下の肘に近づけたところからスタート。肘が天井方向から後ろの方に背中が動きます。背中が丸まっている状態だと肩甲骨の動きが分かりづらくなってしまいます。背中はまっすぐです。背骨を長く保ちながら続けてみてください。体を戻してきたら終わりにしていきます。そのままうつ伏せになりましょう。足を後ろに伸ばして足幅は骨盤の幅ぐらいにセットします。肘は横に張るようにして上半身を寝かせていきます。左膝を曲げて足の甲を左手で掴みます。左の膝を軽く持ち上げたら膝を伸ばすようにして足の甲を後ろに持っていくことでもも前が伸びていきます。左の腕はそれに引っ張られるようにして肩関節がストレッチします。一度緩めて足を下ろし腕もリラックス。腰を反らずに膝を持ち上げ足の甲を後ろ、肩は引っ張られるようにして一度緩めます。ももの前を軽く浮かせて膝も浮かせて足の甲を後ろに出したら今度は胸を起こしてきて少し左に回旋を入れていきましょう。ゆっくり下ろします。反り腰に気をつけお腹入れ直したら足の甲を後ろ、肩引っ張られながら胸左に回旋です。ゆっくり下ろしましょう。腰に問題がある方は上体は反らずに足だけ続けてみてください。上半身と下半身どちらも動かすことで体のつながりを作っていきます。
高く上がる必要はないので、前と後ろに長く伸びていきましょう。最後1回いきましょう。肩ストレッチ、もも前ストレッチ、お腹も縦長に伸びてゆっくり下ろしてきてください。 OK です。では足を変えて反対側やっていきましょう。右の膝を曲げて右手で足の甲をつかみます。膝を軽く浮かせてもも前も軽くなったら、膝を後ろに伸ばそうとするパワーを使っていきます。肩が後ろに引っ張られるようになってから戻していきましょう。もう一度後ろに膝を伸ばそうとして引っ張られてみてください。次から上半身もつけて右に回旋を入れていきましょう。吐きながら戻します。吸う息で足を後ろ、胸を起こしたら右にツイストです。吐いて、常に恥骨側を重たくして腰から反らないように気をつけてください。吸いながら胸の骨を反らすようにして右前に見せていきましょう。吐く息で下ろします。最後1回、足後ろ、肩は引っ張られて気持ちよく伸びたら吐きながら下ろしてください。 OK です。足を解放して両手で床を押してお尻持ち上げ、かかとにお尻を下ろして手を前につきます。そのまま軽く背中を丸めてストレッチです。ではゆっくり体を起こしてきてロールアップ。そこで少し呼吸を入れましょう。深く息を吸い、全部吐き出します。吸って肺が横に広がって体は縦に伸びます。全部吐きましょう。はい、お疲れ様でした。今日はこれで終わりにしていきます。長い時間ありがとうございました。またピラティスしていきましょう。